こんにちは、ぬいこです。今回は前回の動画の続きとなります。男物の浴衣をかぶって着るブラウスにリメイクしますが、前回は襟ぐりまで終わりました。今回は袖口から袖下、裾を仕上げていきます。襟ぐりが仕上がって形になっているので、一度着ていただいて、お好みの袖丈、袖口の幅を確認をします。ちょうどいいところに軽く印をしておきましょう。この位置で仕上げたいという場合は、ここと袖付け線をつないで、そこから1センチの縫い代のところを裁断して縫えば袖下が縫えます。今回の私の浴衣は袖口に結構目立つシミがありました。袖口から5センチぐらいは使えない状態です。ですので、ちょっと変形のお袖にしようと思います。袖口がふわっとひらひらしているフレアスリーブにしようと思います。フレアスリーブは袖口が広く、袖付けの方は細くなっています。ですので、袖付け寸法をここよりも短いところにして仕上げようと思います。どれぐらいの距離にするか迷うときは、お手持ちの服などゆったりめの服を合わせていただいて、この距離を参考にしてもいいと思います。24センチになっていますので、24センチで仕上がるようにしていきます。印をしておきます。この袖付け止まりまでは、前身頃と後ろ身頃の脇がここまで縫われた状態になります。お袖はこんな感じでついてきます。待ち針の位置が袖付け止まりの24センチです。1センチ下に印をしています。袖丈はシミに支障がない丈にしたいので25センチにします。縫い代は袖口、袖下とも1センチつけておきます。通常袖口は2センチぐらいつけますが、今回はカーブをしている袖口なので、縫い代を始末しやすいように1センチにしています。26センチに印をして、袖下は袖付け位置から5センチ程度離れたところと、袖付け止まりプラス縫い代1センチついた線をつなぎます。縫い代1センチ含んでいます。袖口の線をつないでいきます。途中案内の点がないと難しいので、袖付け止まりから18センチのところに印をして、そこにつなげていきます。カーブでつなぐ線は必ず直角に、垂直に降りている線でつないでいってください。カーブをつなぐときは、なんとなくなだらかにいってれば、それで大丈夫です。このラインで裁断をします。私の浴衣は、ここもしっかり縫われているので、袖付け止まりより少し上までほどいておきます。そうすると袖下を縫うときに縫いやすいです。裁断をしたら、反対側も同じラインを写しますので、切った後、平らに合わせて線を引いて切ってもいいですし、もしくは切る前にしっかり合わせて袖2枚一緒に切っても大丈夫です。ただし、その際にここ斜めに切っていくので、身ごろを切ってしまわないように、袖付けが端まであって邪魔な時は必ず少し長めにほどいておいて、袖だけを切るようにしてください。
では縫っていきます。袖下の斜めのところの布端を始末をします。ジグザグミシンもしくはロックミシンをかけます。手縫いの方は斜めにかがっておきます。布端始末が終わったら、袖付け線の延長で外れているところを縫っていきます。前、後ろ、それぞれ縫っておきます。縫えました。では、脇と袖下を縫っていきます。袖下、別々に縫います。脇はあき止まりまでを縫います。すでに袖がついていますが、袖を縫い込まないように、こちら側にお袖と縫い代を倒した状態であき止まりまでを縫います。脇が縫えたら今度は袖下の方を縫っていきます。縫い代は身ごろ側に倒して一緒に縫い込まないようにして縫い代1センチであき止まりから袖口までを縫います。縫い代は避けて縫いましょう。脇と袖下が縫えました。では袖口を始末していきます。袖下の縫い代は割ります。割った状態で縫い代を5ミリ折って5ミリ折る。5ミリの三つ折りで仕上げていきます。5ミリが難しい場合は少し縫い代の量は操作をしてください。袖下の縫い代は割った状態で折ると少し飛び出てくるので、飛び出た部分は斜めにカットしておくと折りやすいです。その際に袖下の縫い目を切らないように注意をしてください。アイロンをかけて癖付けしておくと縫いやすいかなと思います。アイロンのかけ方ですが、カーブをしているので少しコツがいります。プレスボールを挟んでいます。袖下の縫い代はしっかり割っておいて、それから折り上げます。まず1センチに折ってから半分に折るやり方でもいいですし、もしくは三つ折りにしてからアイロンをするという形でも大丈夫です。いずれの方法も袖口は斜めになっているのでとても伸びやすいです。伸ばしながら折ってしまうと生地が伸びた状態でふにゃふにゃなってしまいますので、カーブに対して直角に上げる感じで折って上から押さえる感じで癖付けをします。カーブに対してぐーっと押し込まないように押さえる感じでアイロンをすると伸びずにきれいに収まります。カーブを上に折り上げると縫い代はどうしても余ってふわふわしてきます。その余ったのに合わせて伸ばしてしまうと生地がよれてしまいますので、気をつけながら縫い代をどちらかというと縮める感じのイメージでアイロンをかけていきます。カーブに沿ってカーブの形になるようにアイロンをするので、縫い代をまっすぐにしてはアイロンはかけないようにしてください。三つ折りができたら折り目から1ミリ2ミリのところを直線縫いで縫っていきます。手縫いの方は並縫いをしていきます。はい、縫えました。裾を仕上げます。裾の縫い代は3センチついているので、3センチ上げて1センチ折って、折り山のあたりを縫ってもいいですし、
1.5 センチ上げて1.5センチ上げる。でも大丈夫です。なお、縫い代は4箇所ありますが、それぞれ割った状態で裾を上げていきます。手縫いの方は並縫いで縫っていってください。手縫いの方は並縫いで縫っていってください。裾が縫えました。はい、完成です。今回の男物の浴衣をかぶって着るブラウスにリメイクする方法はいかがでしたでしょうか。今回袖口は三つ折りにしましたが、バイアステープで始末をしても構いません。ご自身のやりやすい方法でいろいろ試してみてください。これからも洋裁、リメイク、お直しなどいろいろなご提案をしていきます。るいこの洋裁教室をどうぞよろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。